ある山伏が大峰山から下山し、旅を続けていた時のことです。道中、狐がのんびり昼寝しているのを見つけた山伏は、面白半分にその近くでほら貝を大きな音で吹き鳴らしました。それを聞いた狐は驚きのあまり、肝を潰してどこかへ逃げ去ってしまいました。山伏はその様子を面白がりながら旅を続けていましたが、まだ日は高かったはずなのに、急に日が暮れてしまいました。しかも周囲は野原で宿泊できるような場所も見当たりません。途方に暮れていると、近くに墓地があるのを見つけました。恐ろしいとは思いつつも、仕方なくその墓地の塚の上に登り、一晩過ごすことにしました。その夜も半ばを過ぎた頃、遠くからいくつもの火が見え始め、それが次第に近づいてくるのが分かりました。やがてそれは、この墓地にやってくる葬列であることが分かりました。300人ほどの人々が連れ立ち、華やかな衣装をまとった長老が引導を渡し、ドラや鐘のような楽器が鳴り響き、とても厳粛な葬儀が執り行われていました。そして葬儀が終わると死者を火葬し、人々は帰っていきました。さて、火葬されていた死者の体が徐々に焼けて灰になりそうだと思ったその時、突然死者が火の中から身震いしながら立ち上がりました。これを見た山伏は恐怖のあまり魂が抜けそうになり、どうすることもできず震えていると、その死者が塚の上を見上げ、山伏を見つけると、ゆっくりと這い上がってきました。山伏はさらに恐怖で体を縮めて震えていると、死者が、そこにどうしておるのだと言いながら、山伏を塚の上から突き落としました。山伏は気を失い、しばらく意識を失っていましたが、やがて目を覚ますと、昼の7時で周囲には誰もおらず、ただ一人野原に倒れていました。腰の骨を強打してしまい、這うようにしてどうにか故郷へ戻ったそうです。その後、山伏はあの狐がホラ貝で驚かされたことを恨み、復讐を仕掛けてきたのだと語ったといいます。